おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、皆さんからよく質問がある、もう一度、油絵の具について少し説明をしようと思います。画材についてという動画は上げているんですけども、もう少しちょっと専門的にというか、詳しく話していこうと思います。油絵の具というのは、基本的には顔料と完成油というものを混ぜ合わせてできたものが油絵の具です。で、完成油というのは、こちらにあります。代表的なものは、こちらのリンシードオイルっていうものと、ポピーオイルというものが、すごく代表的なものです。で、このリンシードオイルというのは、ちょっと応変することもある。けども、乾燥は早いというものです。ポピーオイルというのは、乾燥は3日ほどかかって少し遅いですけども、応変する心配はないということで、私はよくこちらのポピーオイルを使用しております。こちらの渡辺画材さん取材協力のもとやっておりますが、値段がだいたい1.5 倍ほどポピーオイルのが高いですけども、私はこちらを使っております。だから、絵の具会社の人に昔聞いたことあるんですけども、例えば茶系とか、イエローカとか、そういったものはこちらのリンシードで練ってますよ、なんていうことを言っていました。それ以外白とかはポピーオイルで練ってますよとかっていうことを言ってらっしゃいました。で、この完成油と呼ばれるものと、揮発性油。で、代表的なものはテレピン、ターペンタインっていう風に書いてあったりもしますし、テレピンと、こちらのペトロールです。要は、先ほどの完成油と呼ばれるリンシードポピーオイルは、どちらかというと、乾いていく性質に対してこれは揮発していく。わかりますか？揮発していく性質でございます。で、代表的なものがこのテレピンとペトロール。で、ほぼ同じような感じですよというふうに、どこぞやの工場長、松田さんの工場長が言っておりました。今はどうなってるかわかりませんが、20年ほど前言ってました。で、もう一つ、樹脂というのがあります。樹脂。代表的なものがこのダンマルバニス。ダンマル、これ伝統的なあれなんですけども、ダンマルバニスというものがあります。で、これはテレピンとダンマル、固形のものはもしかして売ってるかもしれませんが、固形のものを溶解して、私は学生時代よく作っておりました。で、この完成油、揮発性油、樹脂、この3つの種類があるということを知っておいてください。で、完成油と顔料が混ざり合って。じゃあ、皆様よく見かけるのはこのペインティングオイルというやつですね。草壁さんだと今こちらには2つありました。ペインティングオイルスペシャルとネオペインティングオイル、こちら2つありました。で、皆さんここの側面見えますかね？ここに要は書いてあります。で、これは完成油、例えばネオペインティングオイルの方だと完成油、樹脂、ドライヤー、揮発性油って書いてあります。で、完成油はこちらはサフラワーオイルというのを使用しております。多分リンシード、ポピーオイルと似たようなものだと思います。商品としてはこちらには売っておりませんが、それと樹脂ですね、アルキド樹脂。で、アルキド樹脂というのはさっきのダンマル樹脂とは違いまして、こういった超速乾メディウムみたいなものがありますよね。で、こういったものがアルキド樹脂です。で、そういうアルキド樹脂と、あとはドライヤーって書いてありますけども、これは湿化チフのことだと思います。湿化チフ。で、湿化チフって、何ですかってまた出てきましたね。で、これは、湿化チフ、ホワイト湿化チフと言いますけども、これはですね、鉛系、亜鉛系の乾燥促進剤ということで、ちょっと絵の具に混ぜる、これだと 15% ほど、15% 以下で絵の具に混ぜると、少し熱を持つんですね。で、これ、例えば、ティッシュとかにつけてポイと置くと、時間が経つと引火します。引火します。だからすごい気をつけてください。たまに何か漫画とかアニメとかで突然絵が燃えたみたいな、そういう探偵ものとかがあったりするんですけど、案外それは湿化チフだけで描いた絵が、後々、燃えたとかそういうのがあるんですね。で、この湿化チフというのが入っていますということが、要はペインティング、描くための油。ペインティングオイルというのは入ってます。で、それが、ここの割合分ですね。どちらが少し多いかな、少ないかなによって、例えば、揮発性油が多くて、樹脂分が多かったりすると乾きが少し早いですよとか、ということになってきます。で、例えば、これは、ホルベインさんですけども、これは、オドレス、ペインティングオイルという風に書いてありますけども、これは、要は無香だったり、これは微香性、少し匂いがある。油の匂いが苦手だなって方は、こういった、匂いがしないようなものも売っておりますので、こういうのもお買い求めいただければと思います。私は別に何か、この会社からもらっているわけではございませんので、例えば、揮発性油の中でも、こういった、ホルベイン酸だとオドレスペトロールみたいなものがあったりします。ちょっと匂いが苦手な方はこういったものを利用されてもいいのかもしれません。
で、例えば、ペインティングオイルの中でも、こういう、ペインティングオイルスペシャル、速乾性ペインティングオイルスペシャルみたいなものがあって、こちらちょっとこう、内容が書いてある。これは松田さんですけども、乾燥が早いということなので、おそらく樹脂が多かったり、テレピンが多かったり、完成油が少なかったり、ということで、中身が多分、調合されているということです。だから、大体、今言ったような完成油と呼ばれるもの、例えばポピーオイルとか、テレピンまたはペトロールみたいなものとか、あとは樹脂ですね。断丸樹脂みたいなものとか、窒化チフとかを用意しておけば、自分の調合好きな溶き方というか、溶き油というのができます。乾燥を早めたいなとか、私は本当にテレピンとポピーオイルだけで、描いていっております。一応今のが溶き油編ということで、次は、絵の具の方ですね。油絵の具の方に、参ろうと思います。白はですね、シルバーホワイト、チタニウムホワイト、ジンクホワイト。また3つもあったらようわからんっていう感じかもしれませんが、この3つがあるということで、覚えておいてください。私は、どちらかというと、シルバーホワイトは厚塗り向き、チタニウムホワイトは白を強め、みたいな感じで、僕はこの2つを使ってます。こういうパーマネントホワイトっていうのありますよね。多分結構これは絵の具基本色セットなど買うとこういうのが入ってるかもしれませんけども、こういう時ちょっと読んでみてください。こちらはチタニウムホワイト。一方こちらはパーマネントホワイト。で、ここの側面を見てみると、書いてあることが、パーマネントホワイトは半透明。チタニウムホワイトは不透明って書いてます。それ以外は全部同じです。で、これは組成も酸化チタンということで、値段は全く同じですけど、ここは半透明、少しこう半透明の白ということで、内容としてはほぼ同じということが言えます。要は、パーマネントなんで高級的なとか永遠の白というね、意味ですけども、ちょっとその言葉を読んでみると、そういう白なんだ。で、横を見てみると酸化チタンって書いてある。酸化チタンってなんだって言うとチタニウムホワイトだっていうことがわかりますので、まあ私はあんまり買わなくていいよと学生に言っております。で、白に関しては私はチタニウムホワイトとシルバーホワイトを使用しております。それで結構十分かなという気がいたします。で、次は黒ですね、黒。で、黒は一般的には、ランプブラックとか、ピーチブラックですね。といったものがございます。あと、アイボリーブラックもありますけども、まあ、ランプブラックとかピーチブラックで、いいのかなという気がいたします。どちらがどうとかっていうのは、ネットとかで調べてみてください。で、あとは茶色ですね。茶色は、茶色系というのは、大体ですね、この、バーントシェンナとか、ローシェンナ。とか、ローアンバーとか、バーントアンバー。要はこれはバーントって呼ばれるやつは焼いたシエナの土とか、アンバーってイギリスの地方なんですけども、アンバーの土、生のローシェンナ、ローアンバーっていうのは生のシェンナの土とか、アンバー、の土、生のですね。だから焼いた土というのとか、生の土とかっていう意味です。で、大体油絵の具というのはここに A とか B とか C とか書いてありますけども、A が一番安いです。で今一番高いのは H ぐらいまでありますかね。多分コバルト、バイオレットあたりが G か。H, A, B, C, D, E, F, G. G. H ぐらいまであるかもしれませんが、その A というのは大体こういう土とか、そういった顔料を使っております。こういうのが一般的です。あとはセピアとか、いろんなものありますので、各自皆様試してみてください。で、次は、青ですね。例えば、青は、青は、例えば、ウルトラマリンブルーとか、コバルトブルー。これはディープですけども、コバルトブルーとか、あとはセルリアンブルーとか、あとはプルシャンブルー。とかいう色があります。まあ一般的なのはウルトラマリンブルーっていうのとか、コバルトブルーヒューとかっていうのが多分、絵の具の基本色セットみたいなものに入っているかと思います。で、少しずついろいろ試されていけばいいと思います。プルシャンブルーっていうのは、すごくこう、染まりやすいというか、私もほんの少しずつよく使うんですよ。ただ、あんまりダバーッと使うと全部が青くなりがちなので、ちょっと注意しながら、青い絵を描きたかったらこういうすごく青い絵を描きたかったらこういうのを活用されればいいかなというふうに思います。で、黄色に関しては、カドミウムイエローとか、パーマネントイエローとか、あとはイエローオーカー、ちょっと土系ですね、といった色があります。こういったものがだいたい基本色セットにパーマネントの方が入ってるかなと思いますので、こういったものをご利用ください。
あと透明色でオーレオリンとかイタリアンピンクっていうのも私はどちらかっていうと少しこう黄色みがかった色として、たまに使ったりします。イタリアンピンク。あとはインディアンイエローとかも使ったりします。ほんの少しずつですけども、そういったものも使います。で、赤に関しましてはカドミウムレッドとか、あとはですね、クリムソンレイキ。これは伝統的に昔から使われているような色です。クリムソンレイキは A とか、カドミウム、イエローだと E。で、赤と黄色の間ぐらいの朱色に、くくられることも多いんですけども、バーミリオンという色もあります。で、これ、出ました。H ということで、すごく高い絵の具、4900円ということで、飲み屋で1回軽く飲めるかなという感じがします。2回うまくことやれば飲めるかなと思います。で、緑ですね、緑。緑は例えばビリジャンとか、ありませんけど、サップグリーンとか、テールベルト、緑土と呼ばれます。テールベルトとか、ですね。で、カドミウムグリーン、ビリジャン。で、私はこのですね、コバルトグリーンペールというのを実は結構使うというか、人間の肌とかを描くときにちょんとほんの少し入れるとすごく微妙な色が出ますので、これは僕は隠し味として、私はよく使う、色です。これはおすすめかもしれません。コバルトグリーンペールという色です。あとは紫とかいろんな色がございますので、まず基本色セットみたいなものを買われることをお勧めします。基本色セットという、ものを買って、そういったものを使いながら、またこうなくなったら使っていくという風に、されてみてはどうでしょうか。じゃあ次は筆に行ってみようと思います。で、次は筆ですね。筆、私はですね、実はもうほとんど柔らかい筆を使っています。で、昔から動物芸、こういうの、豚さんの毛ですね、豚毛と呼ばれるものとかが多くありましたが、私、厚塗りとかしたいならば、こういう豚の毛を使われたらいいと思います。で、あとはですね、動物の毛、イタチとか、コリンスキーと呼ばれる、毛とかあるんですけども、どっちかっていうともうそういうのは、どちらかっていうともうなかなか取れなくなってきたり、動物愛護の観点みたいなところで、おそらく今後なくなってくると思いますので、おそらくナイロンの、これ水彩の筆とされてますけども、私は全然水彩の筆も油絵用に使ったりもします。名村大聖堂の営業の人が言ってましたけど、油絵の筆と水彩の筆の違いなんですかって言ったら、絵の長さとだけ言ってました。だから、使っているものはほぼ同じだと思いますので、その辺は自分で活用されていってみてください。あとは面相筆も、例えば水彩用の筆も僕は使うこともありますし、いろんな道具を使いながら、あとは叩き筆というのよく出てきます。渡辺画材さんは私のために、これだけ用意してくれております。ありがとうございます。こういった叩き筆なんていうので平滑に塗るということもします。で、あとはハケですね。ハケとかもぜひご用意すると、これぐらいのハケですね。油絵描くにしても、初めの段階で全体に色を塗るとかっていう段階の時はこういったハケがあるとすごく便利、重宝いたします。ぜひこういうのを買われてみてください。じゃあ最後はキャンバスを少し見て終わりにしようと思います。で、画材屋さんに来ると、こういったスケッチブックがいっぱい並んでいたりとか、あとはキャンバスですね。キャンバスというものが置いてあります。で、一般的なのはこう中目、中目、中目と呼ばれるものですけども、こういう3号の F とか、ああいう風に書いてあります。貼ってある状態のものを貼りキャンバスという風に言いますし、自分でこういうキャンバス貼り機というのを買って、ロール状のものを買って貼るということもできます。木枠を買ってですね。で、少しこの F とか P とか M とか S とかっていう風に書いてあったりします。S というのは正方形です。スクエアの略ですね。S というのは長辺短辺が同じです。で、F はフィギュアっていう意味ですね。で、これは一応人物画に適していますよという意味です。で、P っていうのはペイサージって言って、景画、風景の景ですね。景画っていう風景に横位置にして風景に適していますよという意味、ペイサージですね。で、M っていうのはマリーン、海画って書いてありますけども、海の絵に適していますよということで、私はそういったことは完全に無視して絵を描いております。だから皆様もあんまりそこは神経質にならずに、ちょっと横細長いのがいいかなとか正方形がいいかなというふうに、キャンバスを買われてみてはどうでしょうか。で、もう一つの方法として私はこのパネルに、よく私は白味という下地を作るんですけども、これはシナベニアと呼ばれる要は白い木ですね。白い木に、布を貼って、白味という、ラワンではダメですよ。で、シナのものに、貼ったりして、下地を作って私は描いております。で、ここに直接描いていく人もいますけど、できたら何かをかませた方がいいんですね。かませるっていうと、布を貼るとか何か貼るとか和紙を貼るとかっていうこと、ぜひそういうのはですね、
東京芸術大学さんも武蔵野美術大学さんも技法の本出されてます。本格的にやられたい方、プロ目指したい方は、ぜひそういうのを読まれてください。よくうちの学生でも安く済まそうということで、ラワンのベニヤに直接書いて、後でひび割れを着てくるとかっていうことあります。シナのベニヤでも大きい作品になると、つなぎ目みたいなところに必ずひび割れとか起きてきて、後で問題が起きることありますので、その辺は本当に慎重にやられた方がいいかと思います。最後にと言いましたけど、あとは筆線油であるとか、パレットナイフ、細々したものを紹介していこうと思います。で、パレットナイフと呼ばれるものあります。すごいでかいですね。リキテックさんの。これはすごいですね。なんか、こういうので絵の具をこう練ったりするんでしょうか。こんなでっかいの僕は使ったことありませんが、まあ一般的なのはこのぐらいのサイズぐらいでしょうかね。こう、カクッとなってるのが、パレットの上で、混ぜたりとか、キャンバスに絵の具を乗せていく際にこういったものを使ったりとかします。で、形に形状に関してもこういう、丸っこいものもありますし、私はですね、これたまに安いのとかプラスチックのとかあるんですけども、私はやっぱりちゃんとした鉄の、少し値段が張っても鉄のものを使用した方が、浪人時代にぐーっと熱くなって頑張って描いていったらボキッと折れたことがありますので、注意してください。で、ここ、絵の具学生さんなんかよくあるあるなんですけど、カッピカピに絵の具がなってることあります。カッピカピになってなんじゃこらっていうぐらい、本当になんか、どこかから出土したなんか遺跡みたいな風になってる人いますけども、ここね、カッターナイフの刃でヒューッとやったら簡単に削ぎ落ちます。簡単にヒューッと。で、そういう風にやって、なるべくここは綺麗な状態で使ってみてください。じゃあ次は筆線油ですね。忘れておりました。パレットですね。パレットというのはこういう紙のパレットを私は使っております。で、私はこの名村さんの指が入らないタイプを使っております。まあ、ここの部分が外とかで屋外で書かれる場合はこういった、どちらの商品でしょうか。こういう風な、僕はこういうのが入って、ないものを使っております。こういう名村さんの何も入っていないもの。で、もちろん木のパレットとかでも結構だと思いますけども、やはり、しっかりとこれ掃除してあげないとまたカピカピになってきますので、絵の具はここに出しておいて、ここの角部分というのは拭き取って、最後に使い終わったら完成油で、ティッシュなどにつけて、完成油で拭き取るということをするんですね。で、結構そういうのが面倒だなと思ったら紙バレとかでも結構だと思います。あとはですね、溶き油を入れるために、油壺と呼ばれるものがございます。こういったものですね。こういったもの。で、こういったものをパレットにガチンとつけて使われたりとかですね。私個人的にはもう絵皿にしてます。絵皿。日本画とかで使う白い絵皿100円ぐらいで売っている小さいものにしてます。なんで絵皿にしているかというと、ここの中に僕筆が大きい筆とか使うんで入らないんですよ。だから僕は絵皿というものを使ってます。そうするとハケとか大きい筆とかも入りますので、絵皿とかでも結構かなというふうに思います。あとはキャンバスをこういうつなぐものとか、キャンバス貼り機ですね。こういうのとかですね。キャンバスの貼り方とかはネットで調べてください。で、油絵の具に関してはやっぱりですね、筆の洗い方をしっかりしないとダメです。で、しっかり洗うとすごく筆が長持ちしますので、ぜひしっかり洗ってください。まず、ティッシュなどでしっかりと絵の具をまず拭き取ってください。しっかりと。で、その後、こういったブラッシュクリーナー的なので、しっかりと取ってください。しっかり。で、ある程度取って、またティッシュで拭き取って、またこうゴシゴシっとして。で、これが汚れてきたら、紙やティッシュなどに、あれして、ビニールで縛って、燃えるゴミで、捨ててください。で、絵の具とかを水道等になるべく極力流さないように頑張ってください。で、絵の具でしっかりこれで洗ってから、最後に石鹸や僕はジョイですね。油汚れに強いジョイというので、しっかり洗って、終わりに、完全に乾かして筆を使ってます。よくですね、筆線油とかで、書いてる途中にこう筆洗ってそれでまた絵の具を混ぜて書く人います。それ絶対やめてくださいね。途中でもし筆を使いたい場合はテレピンとかペトロール、揮発性油にしてください。要は、石油系の溶剤というのは乾かない性質のものが若干入ってたりするので、それに絵の具を混ぜると乾かなかったりするので、書き途中で筆をもし使いたいという際は必ずテレピンなどで洗うように、可能な限り筆を多く用意しておいて、もうこの筆はだいたい汚れてきたなと思ったら違う筆を使っていくということをお勧めいたします。今日は油絵の具の説明でございました。以上です。
チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。